今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。海外の人と話していると、日本人ってどうしてそんなに静かなの？なんで急に距離を置かれたのかわからない。そう感じる人もいるかもしれません。でも実は日本人が外国人が怖いと感じるポイントは、怒りや差別ではなく空気や距離感にあることが多いんです。今日は外国人の方には悪気がないけれど、日本人が少し怖いと感じてしまう行動について、日本人の視点からゆっくりお話ししてみたいと思います。もちろんこれは外国人は失礼という話ではありません。文化が違えば普通だと思う距離感も安心できるコミュニケーションも全然違います。なので今日は日本人にはこう見えていることもあるんだなくらいの気持ちでリラックスしながら聞いてもらえたら嬉しいです。そして皆さんの中にはもう眠いよっていう方もいるかもしれないと思うんですけど、寝てしまっても大丈夫です。私もねすごく眠いので、だんだんねもしかしたら動画の最後にはまた寝てしまうかもしれません。はい。それでは本題に移りたいと思います。まず一つ目は距離が近すぎることです。例えば初対面なのにすごく近い距離で話したり、肩に軽く触れたり、目をまっすぐ見続けたり、欧米ではそれがフレンドリーさや自信の表現であると思います。でも日本では初対面の相手とはまず少し距離を保ちながらゆっくり安心感を作っていく文化があります。特に日本人は相手との境界線をかなり大切にする人が多いです。だから悪い人だとは全然思っていなくても、距離が近すぎると少し圧迫感を感じてしまうことがあります。実際海外から来た人にすごくフレンドリーに話しかけられてすごい明るい人だなと思う反面、エネルギーの強さに圧倒されてしまう日本人も結構います。特に静かな性格の人だと、その場では笑顔でも内心かなり疲れていることもあります。でも逆に海外では日本人の距離感が冷たく感じられることもありますよね。なのでこれは本当にどちらが正しいという話ではなく、文化の違いなんだと思います。ただ個人的にはね、目を合わせるっていうことに関して最近ちょっとスレッズを見ていておやっと思った投稿がありました。その投稿の内容としては、アジアか中東の、海外の方が、日本に住んでいて、スーパーマーケットにいた時にレジで働いている若い日本人女性のことをずっともうなんて表現してたんだろう。もう目玉が飛び出すぐらいずっと見てたじゃないけど、とにかくもう目がパキってたみたいな。パキってたはやばいか。でもそうやって日本人女性のことをすごく性的な目で見て、もう目がいっちゃってたみたいな風につぶやいているコメントがあってですね。違うな、スーパーじゃなくてバスの中だ。バスの中でそうやって女子生徒のことを
もうじーっとね、見つめて、もう目がね、完全にパキってたみたいな。性的な対象で見ていて、もう完全にやばい目をしていた海外の人がいたっていうね、投稿があって、その投稿に対して、うちの子供もバスで通学するので、本当に怖いですね、みたいなことをね、言ってる人がたくさんいたんですけど、私はそれを見たときに、本当なのだろうかと思いました。はい。多分、日本人は、人種で言うと、黄色人種、黄色い色の人種だと思うんですね。私の意見なんですけど、これは完全に。ただ、肌が黒い方の目ってすごくコントラストがはっきりするじゃないですか。肌の色が黒で、目はもちろんほとんどの人は白なので、白と黒がかなりくっきりするので、こうね、しかも海外の方って、アジア人ってもうみんな目がこういう感じにちっちゃくて細いんですけど、中東の方とか、インドの方とか、あとは、アメリカの黒人の方とかも皆さんそうですけど、すごく目が大きいですよね。だからすごく目力があると思うんですよ。だから、別に目が超ガン見しててパキってたっていうよりかは、もうそれって生まれ持ってその人の見た目の話だし、全然、見当違いの、それは本当に偏見だし、ひどい偏見だし、ひどい差別だなっていうのが、私個人の意見です。もちろん、よくね、アフリカとかでも、すごくね、女性っていうのは夜歩くのが危険なぐらい、危ないっていう話とかも聞いたことがあるんですけど、そう。ただ、誰でも彼でも、じゃあ日本にいる肌の黒い方がみんなそんな性犯罪者だかっていうと、私はそうではないし、そういうふうに考えてしまう社会っていうのは、ちょっと危ないんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。とにかく長くなったんですけど、なので、ちょっとね、海外の方に気をつけてほしいのは、日本人の中で、やっぱりアイコンタクトっていうのは結構重要なもので、そうですね。日本人ってあんまり目を合わせない文化があるので、そこはちょっと意識した方がいいかもしれません。特に女性を見るときはよく注意していただけると、海外の方へのそういう悪い評判っていうのもなくなるかもしれないので、皆さん本当に気をつけてください。本当にごめんなさい。そして、はい。私自身もやっぱりニューヨークに初めて行ったときに、ニューヨークっていわゆるその人種のサラダボウルとか人種のるつぼって言われるように、たくさんの、人種の人がいて、そういう人がね、たくさんいるんですけど、若干ちょっとやっぱり、肌のね、黒い若い男の子とかが路上でこの人たち観光客だろうなって思ってるかわからないけど、じーっと見ているのを感じたときは、本当にそれは悪気はなかったんですけど、やっぱり初めての経験だったので、ちょっと怖いなと思ってしまいました。やっぱりカメラとか持っているし、日本人っていうだけで、やっぱり格好のね、カモにされやすいのかなって思ってしまっていたところもあったので、すごくね、ちょっと、あの人たち危険に違いないって思って歩いてしまったことがありました。1回目ですね。1回目にニューヨークにいた時は。ただ、私の、付き合ってる方がアメリカ人の方なんですけど、アメリカでの、そういういろいろな歴史とか、ニューヨークに彼はずっと住んでいたので、ニューヨークに住んでいる人がそんなに危険ではないということを、すごくね、説明してくれて、今では別にその、肌の黒い方を見ても、特別何かをするかっていうのは全然思いませんね。もちろん中にはやっぱりちょっとね危ないなって思う人も、それは肌の色とか人種を問わずいると思いますが、ただ一概に肌の色とか人種で
この人が危険だっていうふうに思うことっていうのは、良くないんだなっていうのは、すごいね、やっぱ自分自身ね、身をもって感じたんですけど、ただね、そこをなかなか日本人に理解させることは難しいのかなって思います。はい。ちょっと話が長くなりました。ごめんなさい。はい。そして二つ目は声の大きさです。これは日本に住んでいる外国人の方なら、一度は感じたことがあるかもしれません。日本って本当に静かですよね。特に電車、海外に行くと友達同士で大笑いしていたり、電話している人がいたり、かなり賑やかな国も多いですが、日本の電車はびっくりするくらい静かです。なので、本人は普通に話しているだけでも、日本人からすると、怒ってるのかなとか、喧嘩してるっていう風にね、感じることがあります。実際、海外の観光客の方の声が聞こえた瞬間、車内にいる日本人が一斉にそちらを見るみたいな場面もありますよね。でもこれ、外国人の方が悪いというよりかは、日本人が静けさに慣れすぎているという部分も大きいと思います。私自身やっぱりレストランとかで、海外のレストランとかでみんながすごく楽しそうに話していて、エネルギーがすごいなぁと感じることがあります。逆に海外の人からすると、日本の静けさ、電車とかエレベーターの中は特に緊張感があって怖いと感じることがあるかもしれません。そして3つ目は、イエスとノーをはっきり言いすぎることです。これは日本語を勉強している外国人の方が一番苦労するポイントかもしれません。例えば英語だと I don't like it. That's impossible. No. こういう表現ってそこまで強い意味ではないこともありますよね。でも日本語にするとかなり強く聞こえる場合があります。日本では相手を直接傷つけないように言葉をぼかすことがすごく多いです。例えば、本当は断っているのにちょっと難しいかもしれません。とか、今回はやめておきます。また今度お願いします。みたいにすごく柔らかく言います。最近スレッズで見た投稿で面白い文章がありました。その人は、日本のね、漁師町で魚のね、刺身の定食を3800円でね、ランチに提供している方なんですけど、正直言って日本人からすると、その値段のランチはちょっと高すぎます。彼が言うには、お店にお客さんが入ってきて、そのメニューを見ると、ちょっと考えさせてくださいとみんな言ってお店を出るそうです。そして、今までですね、過去に一人も戻ってきたことがないと言いました。考えさせてくださいと言って実際に戻ってきた人は誰もいないそうです。つまり考えさせてくださいは、ごめんなさい、ちょっと高すぎますという意味ですね。はい。ちょっとね、海外の方からすると意味わかんないなって思うかもしれないんですけど、逆に言えばですね、海外の方のストレートな表現には日本人がびっくりしてしまうことがあるんです。やっぱり特に日本人は空気が壊れることをかなり怖がる文化があります。なので強い言葉を聞くと内容そのものよりも空気が変わったことにショックを受ける人もいます。でも逆に海外の方からすると日本人の言い方は結局イエスなの？
ノーなのって混乱しますよね。実際、日本人同士でも遠回しすぎて誤解することがあります。4つ目は、沈黙を怖がらないことです。これは本当に大きな文化差だと思います。海外では沈黙が続くと気まずいと感じる人も多いですね。だから会話が止まった瞬間に急いで話題を探したり、場を盛り上げようとしたりします。ただ日本では静かな時間をそこまで悪いものだと思っていない人も多いです。例えば、一緒に景色を見るだけ、静かにご飯を食べるだけ、それだけでも居心地がいいと感じる人がいます。特に日本では、話し続けることより空気を共有することの方が大切な場合があります。だから沈黙になるたびに焦って話し続ける人を見ると逆に少し疲れてしまう日本人もいます。もちろんこれは性格にもよります。日本でもすごくおしゃべりな人はいますし、静かな時間が苦手な人もいます。でも沈黙イコール悪ではない感覚は日本ではかなり強い気がしています。5つ目は急にプライベートなことを聞くことです。例えば、お給料いくらですか？なんで結婚しないんですか？恋人はいますか？宗教は？政治はどう思う？海外では普通の雑談として話す国もありますよね。でも日本ではかなり慎重になるテーマです。特に日本人は相手に踏み込みすぎないことを大切にするので、急に深い質問をされると少し怖く感じる人もいます。しかも日本人って嫌でもその場で笑顔を保つ人が多いです。だから相手が笑っているから大丈夫とは限らないんですね。本当は困っていても空気を壊さないために笑顔でやり過ごしている場合もあります。これは外国人の方からするとかなりわかりにくい部分かもしれません。そして最後は、日本語が上手な外国人の方ほど急にタメ口になってしまうことです。これは本当に面白い現象で、日本語初心者の人はむしろすごく丁寧なんです。でも上級者になるほど自然な日本語を覚えてカジュアルな話し方を使えるようになります。ただ日本では誰に対してタメ口を使うかすごく重要です。例えば年齢差、初対面かどうか、お店の人との距離感、仕事の上下関係、そういうものを無意識にかなり細かく見ています。だから日本語が自然だからこそ逆に距離感にびっくりしてしまうことがあります。でもこれって、外国人の方が悪いわけではなく、日本語の距離感そのものがかなり複雑だと思います。これは私個人の話になってしまうんですけど、私海外の方から英語でね、喋っている時にゆりこって言われる分には何の問題も感じません。ただちょっと変なんですけど、日本語で話している時にゆりこって言われるのが
ちょっと違和感に感じます。私のことを、日本語でゆりこって呼ぶのは本当に数少ない人だけなんですね。だいたいゆりこちゃんとかゆりこさんとか、そういう風に呼んでもらうことが多いので、ちょっとね、ゆりこって言うと、急に距離が近いなっていう風な印象があります。でちょっと一回ね、ツアーをしている時に、ゆりこって呼んでいいですかっていう風に言われて、ツアー中だったので、ちょっと違和感があるなと思ったんですけど、いいよって言ったんですね。ただちょっと後日、やっぱり気になって、ちょっとやっぱりツアーは、なんていうか、一応私はツアーガイドとして、プロフェッショナルなので、ゆりこさんか、ゆりちゃんというね、アカウントの名前を使ってほしいですっていう風に言ったんですけど、このね、なんでその違和感があるのかっていうのが、いまいち説明できないなって思ったんですけど、この間、ネットフリックスの将軍のドラマを見ているときに、外国人の男性が、主人公で、その人が、日本の文化にだんだんね、溶け込んでいく。最初は、日本語が全然わからない状態から、日本で暮らして日本語を、勉強していったりとか、そういう風な物語なんですけど、そこで、主人公の一番近い、存在、日本人女性の名前がマリコって言うんですけど、主人公がマリコって言った時にマリコはマリコさん、マリコ様と呼んでくださいというふうに言うんですね。それを見た時になぜかすごくしっくりくるものがあって、私が多分違和感に感じていたことは多分これだみたいな。そしてゆりこ様とは言いませんけど、ゆりこさんかゆりちゃんと呼んでほしいっていう気持ちとしては、そうですね。やっぱりちょっとそのお客さんっていうところもあるので、とかフォロワーさんっていうところもあるので、ちょっとね、やっぱ距離感は保ってほしいなっていう風な、思いがあります。はい。長くなったんですけど、皆さんはもし本当にね、将軍面白いので、よかったら見てみてください。はい。正直言ってこれに関しては日本人同士でも難しいですね。はい。でもなんでかわからないんですけど、私のことをゆりこって呼ぶ人が本当に少ないです。小学生の時はゆりこちゃん、中高はとばちゃんっていう風に言われていることが多かったです。はい。なので、皆さんがちょっとタメ口になったりとか、相手のことを名前で呼び出して、相手からなんとなく距離を置かれた気がすると思ったことがあっても、それは嫌われているというより、文化の違いだった可能性があります。そういう場合はね、少しタメ口から敬語に直したりとか、ちょっと名前を呼ぶときに、さん付けとか、ちゃん付けとかを、ちょっとね、混ぜてみて、相手の反応を伺ってみてもいいかもしれません。はい。ただ逆に日本人も海外で無意識に相手を困らせていることがきっとたくさんあると思います。なので大切なのはどちらが正しいかではなく、相手の普通を知ろうとすることなのかもしれません。皆さんは日本で驚いた文化の違いや逆に理解できなかった日本人の反応はありますか？よかったらコメントで教えてください。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。